こんにちは、斉藤直樹です。ちょっとですね、この方の文章、めちゃくちゃ長くて、しかもね、あまり言いたいことがまとまっていないように聞こえるので、ちょっとそのまま読むか迷ったんですが、読んでるとね、真に迫った迫力があるので、そのまま読ませていただきます。10代、アリスさんからの質問です。斉藤直樹さん、こんにちは。私は現在、通信制の高校に通っている高校1年生で、また、発達障害の ADHD と ASD を併発しています。それゆえ中学時代はよく、学校のタブレットやパソコンで ASD と ADHD についてしょっちゅう調べていました。そこで ASD や ADHD はクリエイティブ系の仕事に向いている。さらにそこから自分は社会に馴染むのが無理だからクリエイティブじゃないと生きていけないと思い込んでいました。そこからだいぶ時間が経って高校1年生の12月頃からイラストを描こうと唐突に思ったという動機でそのまま2月の中旬頃までイラストを描いていました。またその時はイラストの成長速度が異常に速いと自負していたこともあり、多分将来すごいイラストレーターになるだろうと思い込んでいました。ある日、斉藤直樹の読書術という斉藤さんの本をきっかけにして、バクマンを図書館に読みに行きました。しかし、バクマンの作中で、西光くんと修仁くんはものすごい熱量を持っていて、熱心に漫画を描いていました。そのライバルの新妻くんは、もはや狂気と思えるほどの感覚で漫画を描いていました。それを見て、自分は、西光くんと修仁くんのような熱量も、新妻くんのような狂気も持っていないことに気づき、虚しくなりました。その翌日、学校で面接があって、そこで、イラストレーターはイラストだけで食っていくのは辛い。イラストレーターは描きたいものを描けることはない。有名イラストレーターになるのは博打に近い。玉火に行く。または有名イラストレーターになるのは、息を吸うように絵を描いている人であることを知り、またその同じ学校にいる人たちも、夢に向かって熱心に進んでいく人ばかりであると感じたことで、私は自分自身を常識外れな天才派だと思っていたけど、実際は少しずれた凡人、程度の存在でしかないことを知って、かなりショックを受けたと同時に、少し安心すら感じました。さらに次の日、2日前とは真逆で、バクマンやプラチナエンドを読んだことで、昨日はなくなっていたモチベーションも復活して、ゼロからイラストを学び直そうと思いました。その一方で、斉藤直樹さんの自分に投資しようというアドバイスを受けて、自分に今持っている中華製の安っぽい板タブレットでは、完全にイラストを学び直すことは無理だと感じ、高性能の板タブレットを、偶然誕生日が近づいていたので、プレゼントを買ってもらおうと思いました。買ってもらうなら自分への投資じゃなくね。はい。しかし、それを家族に話すと、身の丈に合ったものを買った方がいいとなり、最終的にはプレゼントは現金で渡されるという形式になりました。それでは高品質な板タブが買えないと思って、私は納得がいっていなかったので、悶々としていたら父さんが、イラストは道具を変えたからといって成長しない。イラストだけで食っていくにはあまりにも難しいので、潰しが効くように他のこともやった方がいい。と、プレゼントに対するいろいろな理由について教えてくれました。このように3日間の間の一連の出来事があったことで、私は社会から大きくずれた天才だと思っていましたが、西光くんや修仁くんのような熱量も持っておらず、新妻くんのような狂気も持っておらず、有名イラストレーターのように息を吸うように絵を描いているわけでもないので、自分がちょっとずれた程度の凡人でしかないと知ってしまいました。また、有名イラストレーターになるのはあまりにも数少ない人で、そしてイラストレーターは自分の描きたい絵を描けず、辛いというのも知ってしまいました。さらに凡人なので、普通に会社に馴染むことができて、普通に仕事していても生きていけてしまうことまで知ってしまいました。そして私は今、絵を描く理由を失っています。しかし、有名イラストレーターになりたいという夢を諦めきれず、熱量も行動力も何もない自分が、有名イラストレーターになる方法どころか、そもそも有名イラストレーターになった方がいいのかすらわからなくなってしまいました。人生の選択の判断を他人に任せているようで申し訳ないですが、斉藤直樹さんは熱量も行動力も何もない凡人が有名イラストレーターになるための方法や、そもそも自分は有名イラストレーターになる必要があるかについて、斉藤さんのご意見を伺いたいです。かなりの長文でまとまりのない文章になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。とのことです。何者かになれるのは、最後まで思い込みを捨てなかったものだけ。現金くれるならめっちゃいい父親じゃないですか？僕なんてバイトで買うしかなかったですけどね。ってちょっと思いましたが、それは置いといて。はい。ということで、ちょっと長かったですけどね、最後まで紹介させていただきました。まずね、最初にアリスさんの質問に率直にお答えします。アリスさんはもともとね、有名イラストレーターになりたいと思っていて、で、今ちょっとその気持ちすらぐらついているようですが、有名イラストレーターになれる人、もっと言うと、その他の職業についても言えることだと思うんですが、そういう風になっていける人ってね、才能がたまたまズバ抜けていたとか、環境に恵まれていたっていうのも、もちろんないことはないんです
が、それよりも何よりも最終的に物を言うのが、ずーっとですね、自分こそがその人だと思い込んでいられたか、だと思うんです。はい。僕もそうだったんですが、アリスさんと同じようにですね、中学の時に面談があったんですが、その時アリスさんと全く同じこと先生に言われました。直樹、イラストの仕事なんてな、才能がある一握りの人間にしか仕事にできないんだよ。大抵のやつはそれで生活なんてできないし、一握りしかな、有名になんてなれないから、お前ちゃんと考えろよ。僕はですね、その言葉を聞いてどう思ったのか。もうね、心底こう思ったんです。ああ、かわいそうに。この人は僕がその一握りだってわからない人なんだなって。はい。なんかね、こう、何クソとか、そういう反骨精神じゃなくて、なんかね、もうそこ飛び越えて、あ、かわいそうだなって思っちゃったんです。そのぐらいですね、強い思い込みが僕の中にはありました。ちなみにですね、その頃僕はね、絵下手でした。しかもね、部活ばっかりで絵描いてませんでしたしね。でもね、このレベルの思い込みが何かを成し遂げるためにはすごく重要だなって今でも思います。なぜ思い込みが大事かっていうと、思い込みってですね、その後の行動にめちゃくちゃ影響を及ぼすからですよ。絵は特にそうなんですが、単純にですね、絵を描いたかどうかがあなたの絵の上手さ、人に伝わる表現ができるかどうかにつながっていきます。はい、これすごく単純です。人よりも描いたか描かなかったか、それがね、あなたの実力になっていく世界です。あなたよりも絵が上手い人がいたら、基本的にその人はあなたよりも絵を描いている人ですし、あなたよりも絵が下手な人はあなたよりも絵を描いてません。多少の才能の有無はあれどね、基本的には単純にそういうことなんです。じゃあなぜ思い込みが大事なのかっていうと、仮にね、自分は凡人だ。到底イラストレーターなんかになれない才能なんだ。という思い込みを持っていたとします。さあ、この人はどういう行動をするでしょうか？めちゃくちゃ精力的に絵の練習するでしょうか？いや、多分無理でしょう。自分なんてどうせ大した結果は残せないだろうし、この絵を一生懸命描き上げたとしても意味なんてないかもしれないな、と思ってしまって、目の前のね、この一枚に全力投球することすらできないと思います。人によっては描くのやめるかもしれませんし、たとえ描き上げたとしても、ひどくね、散漫な出来になってしまうことが予想つきますよね。でもじゃあこの人がそういう理由で絵を諦めたからといって他のことに全力投球できるようになるでしょうか？こんな未練タラタラの状態でね。僕はね、あんまりそれは想像つきませんね。じゃあ一方で才能はどうあれ、俺こそが有名なイラストレーターになるべき人間なんだと心底思い込んでいる人間はどうでしょう？この人はどういう風に行動するのか？自分は今この作品を全力投球で書き上げることによって世界に大きな影響を及ぼしかねないとこの人はね信じ込んでます。なので手を抜くことなんてね全然考えません。今目の前のこの作品を素晴らしいものにするために全集中力を持って挑みかかると思います。はい。今言ったのはね、たった1回の違いです。ですがですね、このたった1回のことが、その後の明暗を完璧に分けます。だってですね、これ毎日繰り返される思考パターンなので、次の1回も、また次の1回も、延々に同じ思考パターンを繰り返しちゃうんですよ。自分なんてどうせ、って思っている人は、100回絵を機会が訪れたとしたら、100回とも同じようにね、自分なんて、って思いながら、絵を描くことになって、なんなら完成しない。もしくは出来上がる絵も、集中力を欠いた中途半端な出来になることが想像に難くありません。かたや、俺は絶対になるんだ有名イラストレーターにと思い込んでいる人の絵は、一回一回がね、ものすごい集中力ですから、一枚ごとにね、成長が積み重なっていくと思います。自分なんて、って思っている人が中途半端な集中力しか発揮できずに1しか成長できないところを自分こそがと思っている人は全部の集中力を使って100成長できるわけです。このですね、ポジティブな思い込みを1年2年長いスパンで続けていける人がいわゆる有名イラストレーターになれる人なんだと思います。ただ単にね、俺は有名イラストレーター、俺は有名イラストレーターと念仏のようにね、思い込もうとしている人じゃありませんよ。心からそう思って、じゃあ有名イラストレーターたる自分はどういう行動をするべきなのかという自分の行動にちゃんと反映できる人のことを言ってます。もちろんね、有名イラストレーターだったらこうすると頭で分かっていても、実際の行動にね、反映できないことっていうのも10代のアリスさんにとってはたくさんあると思います。例えばプロと同じような機材を買うとかね、そういうのは現時点ではちょっと無理かもしれませんが、今描こうとしている絵を全部の集中力を使って描き切るという行動を一つとっても、思い込みがあるかないかで全く違う結果を生んでしまうということです。その積み重ねこそがね、結局あなたが有名なイラストレーターになれるかなれないかの分岐点になっているんです。人によってはね、そう思い込めることこそが才能なんだという人もいるんですが、僕はですね、それについてはちょっと切り分けた方がいいなと思っています。潰しが効かない道に進んで、潰しが効くスキルを身につけろ。
僕はですね、常々思うことがあります。多くの人がですね、もっと潰しが効く道に進めと、潰しが効く道を進めることについてです。多くの人がね、進める道なので、さぞやいい道なんだろうなと思うんですが、僕はですね、この潰しが効く道って、なんかあんまりですね、ポジティブに受け止めることができないんですよね。というのもですね、僕さっきも言ったように、思い込みがあった方が、物事を前向きに、集中力を持って学び取れると思っていて、そうじゃない限り、学びはひどく薄い、役に立たないものになると思っているんです。これはですね、絵以外のことについても全般的にそう思っています。例えば一番やりたい道を諦めて、誰もが言う、いわゆる潰しが効く道に進んだとします。そこから何かポジティブなことを学び取れるでしょうか？僕はですね、それについてはちょっと疑ってしまいますね。どうせ俺なんてって思いながら、人から勧められた潰しが効く学びを消極的に学び続けたとしても、どのぐらいの学びをそこから学び取ることができるでしょうか？おそらくですね、本人が最後まで積極的になれなかったとしたら、全然身になる学びを積み重ねることなんてできないでしょうから、もうそれこそですね、潰しが効かない状況になってしまうんじゃないかと僕は思うんです。というかそもそも、潰しが効く仕事というもの自体、僕はもうね、迷信だと思っています。もしかしたらね、バブルが弾ける前の豊かな日本社会だったら、そういう仕事もあったのかもしれません。ですが、今は完全に状況が違っています。どんな仕事に就いたとしても、もうそれだけで一生安泰。なんていうことは今の世の中ありえません。自分が役に立たなければね、普通にクビになることもあるでしょうし、そもそも突然その会社自体が潰れるかもしれません。もう絶対安泰なんてないんですよ。もうこの道に進んだから、これは絶対に潰しが効くぜなんて能天気に構えられている職業なんて、もうほとんどないんじゃないでしょうか。でも、もしね、アリスさんが、潰しが効く道にポジティブに向かっていけるのであれば、僕はね、それはそれで全然いいと思います。ですが、もしそうは思えない場合にはですね、潰しが効かない道に進みながら、潰しが効くスキルを身につけるのが最適だと思います。ちょっと何を言ってるのかわからないかもしれませんが、結構言ってることは単純です。今の時代ですね、イラストレーターで言えば、絵が上手いだけではやっていけないような時代が来ています。絵とは他のスキルを持っていて、その上で絵が描ける。ということもすごくね、重要になってきてるんですね。心理学に詳しいイラストレーター、言語化が上手いイラストレーター、生物学に詳しいイラストレーターはもとより、別にね、アカデミックなことじゃなくても、歌が上手い、ゲームが上手い、本人がムキムキ、などなど、絵以外にも詳しい分野を持っていた方が強かったりします。じゃあこういう人ってどうやってそのスキルを身につけたのかというと、人によってはね、たまたま最初からその分野に興味があった人もいると思いますが、多くの場合は絵のために身につけたスキルであることが多いと思います。例えば僕の友人の生物に詳しいイラストレーターさんは、動物やモンスターのイラストを描いていくうちに、もっともっと説得力がある生き物を描きたいから、生物学のことをどんどん学んでいって、気づいたら誰よりも生物学に詳しいイラストレーターになっていたっていう人もいます。僕もですね、たまに話すのが上手いですねって言われることもありますが、これは完全にですね、絵のために後天的に身につけたスキルです。絵のことをもっと人に伝えたいと思った僕は、話し方を学べる学校に30代になって通い始めました。そして絵のためにこのスキルを身につけたんです。もし僕がですね、絵を描いていなかったら、積極的にこういうスキル身につけようとなんて思わなかったと思います。アリスさんがですね、絵のことこそ積極的になれるというのであれば、絵のことを第一目標に据えつつも、もっともっとその絵をパワーアップさせるために、他の分野の潰しが効くスキルを身につけていく。ここにくっつけていく。というのはですね、すごくいい方針のように思います。例えばですね、他の例で言うと、絵でね、独立しようとすると、どうしても必要になるのが、確定申告の知識なんですが、ある絵師さんはですね、絵を描く傍ら、確定申告をね、いろいろ勉強する中で、確定申告とか節税のこと、すごくね、詳しくなっちゃって、それでね、確定申告の本を出すに至った人もいました。確かその人ね、簿記の資格まで取ってきたと思います。ね、これってめちゃくちゃ潰しが効くスキルでしょ？最初から潰しが効く進路を選ばなくても、いやむしろ潰しが効かなそうだけど、本気で自分が目指したいものを選ぶからこそ、積極的にいろいろなスキルを学ぶ動機が生まれてくるという一面もあると思います。そして、その後天的に身につけたスキルって、結果的にね、かなり潰しの効くスキルであることも多いと思うんですよ。どうせ勘違いするなら、前向きな勘違いをしよう。
最後にですね、僕がアリスさんに伝えたいことがあります。それは、人はあなたの全てを分かってくれるわけじゃない。だから、うまく嘘も言えるようになろうってこと。最初に僕はですね、アリスさんの文章はちょっと長すぎる。でも真に迫っているから全部読むと言いました。アリスさんの文章がちょっと長すぎるのって、おそらくアリスさんが嘘がつけないからだと思います。で、その一方で普通の人の文章が短いのって、これね、おそらくかなりの部分、嘘が含まれているからだと思うんです。嘘っていうのはね、別に人を傷つけるための嘘ではなくて、なんかこの流れにはこのエピソード必要ないな。じゃあ今回ははしょっちゃおうかなとか、本当は時系列ここ逆なんだけど、でもここ時系列逆さまにした方が文章としては短く収まるから、あえて事実とはちょっと変えて話しちゃおうかなとかそういうことです。アリスさんはですね、そういう細かい嘘をほとんどつけないので、おそらくここまで話が長くなってしまうと思うんです。ただね、ほとんどの部分、それはそれでいい効果があると思います。アリスさんの誠実さがそのまま伝わってくるような文章ですし、僕はね、アリスさんの文章、率直でね、すごくいいと思いました。でもね、ちょっとここはむしろ嘘をついた方がいいなと思う部分があります。それは冒頭で、私は発達障害の ADHD と ASD を併発していますと開示している部分です。これもしかしたらね、無意識にやっているのかもしれませんが、無意識にやってるんだとしたらなおさらやめた方がいいと思います。おそらくですね、アリスさんは本当のことを全部伝えたいので、必要な情報として、これを冒頭に伝えて、正確にね、自己開示してくれたんだと思いますが、これを聞いた多くの人は、もうそれを聞いた時点でね、あなたの話を聞くモードをカチッと切り替えます。この人自分ができなかった言い訳を最初にする人なんだな。じゃあ真面目にこの人の話聞く必要ないやってね。口に出してね、これを言う人ってほとんどいないと思いますが、あなたがそのワードを最初に発した結果、このように舐められることはあっても、最終的に見てね、良い結果になるっていうことはほとんどないと思います。もしかしたらね、あなたの経験的に、それを言ったことで周りが優しくしてくれたという経験があって、ついついね、それを最初に言ってしまう癖がついているのかもしれませんが、その結果、周りがですね、あなたに対して優しくしてくれてるように見えるのはですね、ただ単にあなたがちょっと舐められて、下に見られているだけなので、これを勘違いしないようにした方がいいと思います。僕自身もね、マイナスポイントなんて数限りなくあります。ついついね、それをそのまま言いたくなることもあります。でもね、多くの場合、そういうマイナスポイントって、そのまま人にぶつけない方がいいです。もし言うなら、プラスに転換したり、こういう欠点があったからこそ自分がここまでやってこれたと言えた方が、周りもね、それによって驚きますし、自分もハッピーじゃないですか。それこそね、アリスさんが最初に言ったように、ASD や ADHD はクリエイティブの仕事に向いている。実際そうなんです。それがあるから自分はずっと絵描いてられるんです。もう全然苦じゃない。って言えたら、アリスさんめっちゃかっこいいじゃないですか。そうなりましょうよ。もちろんね、アリスさんが最後に疑問を口にしたように、アリスさんが有名イラストレーターになる必要があるのかっていうと、別にそんなことはありません。でもこれ、逆に考えてみれば、アリスさんがね、今自分に対して思っている、ちょっとずれた程度の凡人ということ自体は、それは果たして事実なんでしょうか？それってですね、よく考えてみたら、周りからそういう風に思い込まされているだけじゃないですか。周りの大人にね、ちょっと相談してみた結果、なんかあたかも事実っぽいことを突きつけられて、そう思い込まされただけでしょ。アリスさんがね、そう思い込んだ方が自分の能力をどんどん発揮できる。凡人最高凡人最高みたいにね、ポジティブになれるんだったら、僕はそれでも全然いいと思うんですが、僕はですね、ちょっとそっち方向は無理なんですよね。僕の場合はですね、たとえ勘違いだったとしても、俺は天才だ天才たる俺は、これも勉強して、こんなスキルも身につけちゃうんだだって俺天才だからと、勝手に思い込んでた方が、なんか結局ポジティブになれますし、最終的に良くなれるようなイメージがあるんですよね。それに結果的に周りにもいい影響を及ぼせると思います。こっちの方が。僕はダメな凡人なんだと思うのも、俺は天才だと思うのも、結局ね、どっちも勘違いなんです。だってそんなことを誰も測りようがないですから。大切なのは、どっちの勘違いをした方が自分が良くなっていけるのかです。そして周りをどっちの方が楽しくできるかなんです。どっちの勘違いを選ぶのもね、アリスさんの自由です。ぜひね、前向きに生きていけるように、自分でね、選び取ってみてください。どうせ選ぶなら、前向きな勘違いしましょうね。といったところでいかがだったでしょうか？今回はお悩みにお答えする内容でした。絵を描いていると結構ね、悩むことって多いですよね。例えばこちらの動画。絵でイライラしている人の質問に答えました。では、絵を褒められてもその褒め方にムカムカしちゃうっていうね、そういうお悩みにお答えしてみました。意外に思うかもしれませんが、褒め方ってですね、結構気になっちゃうことあるんですよね。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。